備屋さんの事務所、ね、車の出入りもありますし、砂ぼこりとか、そういう問題があるんで、ここ全面、500平米ぐらい。おはようございます。ここはですね、山梨県の南アルプス市まで来ちゃいました。はい、南アルプス市のですね、小林設備工業様に参りました。はい、事務所兼作業場という建物なので、はい。設備屋さんの事務所ということで、ご依頼がありまして、建物周り、敷地周りをちょっと整備していこうかなということで参りました。そうですね、新しく、事務所としてもうちょっと洒落た事務所なんですけど、非常に雰囲気のある敷地内が見たら広くて、ちょっと採石を一応引いてあるんですけども、この状態で砂ぼこりとか、そういう問題があるんで。そうなんですよ。一応ですね、ほとんどがね、車の出入りもありますし、従業員の方の車もあるから、こんだけ取ったら上がると思うんですけども、全部採石だけっていう形ではやはりちょっと砂ぼこりとか結構しますから、したいなということを、お客様の方からご依頼がありまして、広いわけですから、ここをちょっと我々としては整備していきたいと思っております。はい。ここ全面です。全部よ。500平米ぐらい一応あるんですけどね。そうです。ある程度またちょっと雰囲気よく、事務所らしい雰囲気もちょっと作って我々の方にご依頼があったわけですから、同じ感じでもちょっと緑を入れて、そういう雰囲気に作っていきたいと思っております。よろしくお願いいたします。まずはここからやっていきます。倉庫です。倉庫一応そうですね。作業場っていう感じになりますね。はい。この前からずっと道路に向かってやっていきます。で今回もよく使うんですけど、大きな平板をコンクリート平板をくっつくような感覚で、私は宮の敷石みたいな感覚で一応コンクリートを
舗装していきたいと思って。そうですね、私はもうそういう大きな切り石っつう感覚でちょっとコンクリート舗装っつうのはしていきたい考え方で、はい、それをどんどんって打ってで雰囲気を醸し出そうかなと思ってます。はい、大きさが違うんですね。でまた柄、当然こういう洋風事務所2となるとやっぱり使う骨材なんかもやはりちょっと雰囲気にこちらの雰囲気に合った形を使っていきます。はい、一回採石転圧してで高さの勾配をちょっと見ながらやっていきます。はい、同じ662 はいはい、一応高さの確認、道路勾配と、我々建物が建っちゃったらそれに対してただ水の流れ表面雨水のあれをどっちの勾配にも道路に持っていくか、敷地内で処理できるところがあるのかということで自動センサーみたいな。856です。これを一応そうでこれも加工しないでもう12フィートと6フィートの組み合わせでできるだけある寸法で作っちゃってます。そのまま内枠にするか外枠につけるかでこれを取り付けます。これは一応 VU 塩ビ管でこれをコーナーやっぱしコーナーちょっと丸みを設けるようなちょっとデザイン的に四角くこう角をくっつうのはちょっと私なんかはもう面を落としてできるだけ柔らかみがあるコンクリートでもこうなんとなくそういう一つずつの平板という仕上げたいんで一応角は全部こうやってコーナーでつけます。枠はこれで一応完成です。あとは高さに合わせて設置します。だから面で打つ時にはもうスロープ的に全部平らに勾配をつけてこれだと1センチぐらいのちょっと段差をつけても、全然気にならないんでだから高さ調整するのには非常にバンが水勾配とかいうのも調整しやすいんですよね。こういう形ではいこの枠が大きな敷石という感覚で引いていきます。いやこの面積にしてはこのぐらいのドンドンと2倍ですね。だいたい2倍です。2倍いや2倍じゃないな。1、2、
4倍か、4倍です。大きな平板で、これを最初のとこから設置していきます。固くできてメッシュ入れて、挫折準備ができましたので、これからコンクリートを挫折します。先に打って、こっちの手前を先に打てば、今までの駐車場、従業員の方の車はこっちに止められるんで、そしたら今度は奥の方から攻めていこうと思ってますから、はい、これで OK です。挫折して、それで少し金ごと仕上げしながら、いろいろ面を落としたりで、化粧のこつらいを混ぜたり、それで最後は洗い出しのルカドールをかけて、で終わりです。それでシートをかぶして洗い出しで後方に行きます。どうしてもねいいんですけど、これはハゲ引きだけど、ちょっと白いとタイヤの跡とか結構これが一応一般的に言うコンクリートの挫折のはけ引き仕上げで、あそこにあるあれが金ごて仕上げ、はげじゃなくて金ごて照りを出した感じで仕上げるんですね。これからコンクリートを挫折します。